皆さんこんにちは。今回は粉流ヒートパイプと称した CPU クーラー、冷却システムについて紹介します。これを冒頭で話すことでもないのですが、制作した私自身、粉流ヒートパイプをどう説明すればいいのかよくわからないという、不思議というか謎というか、変な制作なんですがよろしくお願いします。あと以降の説明では粉流ヒートパイプのことを粉流と略します。ひとまず粉流がどんなものなのか、どんな狙いを持っているのかを知っていただくために、最初に粉流の特徴から紹介します。特徴としては4点挙げられます。1つ目は、冷媒である水の沸点を30度 C くらいまで低下できるほどに配管内を低圧に維持できる点です。この点はこれまでに製作してきた自作 CPU クーラーや低圧水冷と同じで、相変化を利用して CPU の発熱を処理しようとする CPU クーラーについているあの金属管、ヒートパイプと同じ原理を利用するために低圧を使っています。相変化は冷却方法単体として考えると、いわゆる水冷や空冷よりも優れた熱伝達手段なので、CPU の発熱を効率的に処理することを期待しています。特徴2つ目は、冷媒の水を強制的に循環や冷却するために PC 水冷用加圧を使っています。この特徴は低圧水冷と一緒です。低圧水冷の製作で配管内を低圧にしても壊れない、動作も大丈夫と分かったポンプを使い、ヒートパイプで用いられる毛細管現象を使った冷媒循環よりも、強力かつ安定して冷媒の水を加熱されている金属ブロックまで供給できるようにしました。特徴3つ目。これ以降が粉流の特色になるんですが、金属ブロックに供給、冷却するための水ですが、その水をぶつけるように流しています。この冷媒の当て方、流し方を衝突粉流と呼ぶので、今回の名前に、粉流を入れました。で、最後の特徴4つ目。水が熱を受け取り相変化、気化してできた水蒸気と気化しなかった液体の水は、別々に流れて放熱部分まで行けるような配管にしました。特徴3と4は、一般的なヒートパイプの長所を再現しようと考え作りました。ヒートパイプでは冷媒を蒸発凝縮させることで熱輸送していますが、特に CPU クーラーに使われるタイプのものでは、冷媒が膜状に広がって存在します。これはヒートパイプでよく聞く特徴の一つ、内部にウィッグや細かな構造が使われていて、その細かな構造によって毛細管現象が生じ、冷媒が満点なく広がるためです。そのためヒートパイプの蒸発はこれまでの自作 CPU クーラーで見られた湯沸かしみたいな感じではなく、また低圧水冷のように沸騰しても液中で気泡が消えてしまうようなものでもありません。蒸発した気体がすぐに液中から出して、気体のまま放熱部分まで熱を伝えられる感じです。この蒸発の仕方がヒートパイプのポイントなんじゃないかと考えました。いや、ポイントだと言うならウィッグを使うなりして毛細管現象を使えばいいじゃんともなります。ただ毛細管現象にも限界があるでしょうから、処理する熱量が多くなって蒸発量が増えていくと、毛細管現象で冷媒を戻すのが追いつかなくなることもあるかも。まあそんな状態を見たわけでもないので私の想像になりますけど、そこで特徴2つ目に挙げた PC 水冷用のポンプを使って冷媒循環の強化。最終的にはより高発熱でも相変化が維持できることを期待しています。その上で水を金属ブロックにぶつけるように流し、ヒートパイプっぽく水を膜状にさせました。あとは相変化してできた蒸気が移動、というか先日までやっていた低圧水冷の反省で、沸騰するけど気泡が液中で消滅して結局水冷と変わらなくない、みたいなところを、蒸気が気体のまま放熱部分まで熱を伝えられるように配管しました。という感じに水冷よりも高熱伝達率の相変化を利用しながら、同じ相変化を使う一般的なヒートパイプよりも高発熱に対応できるかもしれない粉流ヒートパイプ、粉流を製作しました。特徴は以上で、以降は構造などの詳細について話していきます。まず粉流の肝となる水を金属ブロックにぶつけて、相変化した蒸気としなかった水が別々に流れるようにした構造、配管について紹介します。ここの構造や配管は自作 CPU クーラーで使用したパーツを流用、改造して構築しました。CPU 上に設置するパーツは、パート26でパイプ部として紹介したものを作り直したものです。大きさはほぼ同じですが、使いそうになかった配管穴をなくしたり、粉流用のパーツを取り付けやすくするためにネジ穴やオーリングの溝を追加したりしています。水をぶつかる相手となる金属ブロックはパート34で初めて紹介した
市販の PC 水冷用水枕を流用して作ったものです。自作 CPU クーラーを改良していく中でこの金属ブロックを使うと冷却性能が向上したため、今回も使っておくかみたいな感じで採用しています。で、この金属ブロック部の対面、タイプ部のもう一方の蓋となるパーツで、今回水をぶつけるように流す、その後蒸気と水が別々に流れるようにしています。蓋の左右にある小さな穴の片方から冷媒の水を流し込み、流し込まれた水はパーツ内のルールを通って、蓋中央の小さな穴から排出されます。その排出側に配管部品とストレートノズル代わりの硬質チューブを接続して、金属ブロック部の直上まで水が来るように配管しました。ここのチューブを交換すれば水の流し方、金属ブロックへのぶつけ方を変えられるようにと考え、今回このような構造や配管にしたのですが、まあそのあたりの話は一旦置いておきます。これで水を加熱された金属ブロックにぶつけるように流すことができるので、その後そう変化した蒸気としなかった水が別々に流れるように、蓋上下の気持ち大きめの穴を作りました。上が蒸気用、下が水用です。タイプ部内の蒸気と水は圧力差や重力で自然と流れ出るようにしたかったので、配管穴を大きめにしています。それでも水用の配管穴は懸念点でした。ここの寸法が適切かわからなかったんです。うまく排水できないとタイプ部に水が溜まってしまい、そしたら低圧水冷と同じ状態になりかねません。でしたが知識も経験も勘もなかったので、とりあえず作ってダメだったら調整というスタンスで作りました。CPU 上に設置するタイプ部付近のパーツはこんな感じで、次はタイプ部から流れ出た蒸気や水が行き着くラジエータ部についてです。ラジエータ部も自作 CPU クーラーで使っていたものの改造品です。パート33で初めて紹介した疑似水冷と称した自作 CPU クーラーのラジエータ部に、蒸気と水がそれぞれ流入できるように配管穴を増設しました。今回このラジエータ部が主に蒸気向けの放熱と水を一時的に溜めておくリザーブタンクの役割をします。もともとサーモサイフォンと呼ばれるヒートパイプの一種を模した自作 CPU クーラーで使っていたので、蒸気を冷却して凝縮の総変化をさせることについては、すでに動作を見ています。あとは蒸気と水が別々に流入すればいいということで、増設した配管穴の上側から蒸気、下から水が流れ込むようにしました。上部に蒸気が流入して、冷却されて凝縮して水に戻り、その水は重力で下に流れ落ちて、直接流入した総変化しなかった水と合流、みたいな感じです。ラジエータ部の下部にはポンプを設置したので、ラジエータ部の中に溜まった水はポンプに吸い込まれ、加圧させられて再び CPU 上のタイプ部ではなくて、PC 水冷用ラジエータに流れ込み、その後先ほどのタイプ部に行きます。どうせ総変化しなかった水もある程度熱を受け取るだろうと思ったので、最初から蒸気と水の放熱手段を分けようと考え、水の放熱のために水冷用ラジエータを設置しました。ちなみにこのようにパーツ配管した順番についてですが、これはタイプ部からの排水に配慮した結果です。水冷用ラジエータのように配管が細く圧力損失が大きそうなものを下流に設置すると、流れが滞りタイプ部に水が溜まってしまうかもしれません。そしたらまた低圧水冷と一緒なので、あえてポンプの後に水冷用ラジエータ、その後にタイプ部としました。蒸気冷却用であるラジエータ部にも専用の水冷配管を準備しました。ここは自作 CPU クーラーの時と同じなんですが、相変わらず CPU を冷やすためのヒートパイプセクション。さらにそのヒートパイプセクションを冷やすための水冷セクションという、無駄にも感じる多段階な冷却システムです。まあこのあたりの制作経緯はパート33を見ていただくとして、配管ができたので真空引きしていきましょう。まあほとんどこれまで使ってきたパーツで構成しているので、問題なく真空引き、低圧を維持できました。その後冷媒となる水、脱気処理した精製水ですが、これを配管内に注入します。ここまではこれまでの製作と同じなので順調です。問題はこの後、冷媒がどう循環するかです。タイプ部の蓋で触れましたが、蒸気と水が別々に流れ出る配管穴は適当に寸法決めしたので、うまく水がタイプ部から流れ出てくれるかは、ここが初めての確認となりました。ポンプを動かしてみると、タイプ部に水が流入、その後排水用の配管を通ってラジエータ部に戻ってきました。動作が流れるか、溜まったりしないか不安でしたが、案外想定通りに流れています。これで蒸気は上の配管、というか上のチューブ内を、
水は下のチューブ内を流れる状態にできました。思いのほか順調に配管、冷媒循環まで準備できました。じゃあ実際に PC を起動させて、冷却性能を見ていきましょう。早速 PC 起動です。パッと見、そんな目を見張るような変化もなく、普通に OS が起動しました。一応タイプ部の様子を見返すと内部がもやっていました。このもやは PC 起動前にはなかったので、どうやら PC 起動時の負荷、発熱によって生じたようです。狙い通りにそう変化できているんでしょうか？ OS 起動後ではそれらしい動きは見られませんが、まあ引き続き見ていきましょう。OS 起動後ベンチマークを行う前の準備時点、アイドル動作みたいな状態だと、室温は23度 C くらいに対して、CPU 温度は22、23度 C です。同じ温度計で測っているわけでもないので多少誤差はあるんでしょうけど、実作 CPU クーラーの初回動作時はアイドル時でも35度 C くらいだったのに対して、低圧水冷、そして今回の噴流は最初から優秀みたいです。やっぱり水冷みたいな強制的な冷媒循環が入ると一気に冷却しやすくなりますね。ベンチマーク時の動作も見ていきましょう。CPU 動作は低角。CPU にインテルの Core i7-6700K を使っているので 4.0GHz 動作です。ベンチマークを始めると、特に変わっていなさそうな。まあタイプ部のもやはじんわりと増えているみたいで、開始直後と1分後を比べると案外違っていましたが、だいぶ穏やかに蒸発しているようです。低圧水冷とダブりますね。水冷の効果が強くて総変化はそこまで貢献していないのかも。ベンチマーク自体は問題なく終了しました。CPU の最高温度は54度 C。これまでに製作してきた自作 CPU クーラーや低圧水冷、また市販の空冷 CPU クーラー無限5と比べても大差ありません。熱抵抗で比較しても似たり寄ったりです。まあ低角動作、CPU 消費電力 75W ほどの動作では CPU クーラー部分に大きな違いは出ないのでしょう。じゃあ低角より高負荷、高発熱な動作を見てみましょう。これまでにもよく試しているオーバークロック設定、4.4GHz 動作と 4.6GHz 動作でもベンチマークしてみました。4.4GHz 動作では、若干もやが増えたかな、くらいの変化です。やっぱり水冷が強いのかなと思いましたが、4.6GHz 動作では違いました。ベンチマーク開始後、タイプ部を流れる水が飛び散るようになりました。金属ブロックにぶつかった水が沸騰したのか、周囲の水が飛散しているようです。パート42と43における低圧水冷で冷媒に水を使い、流量を最大にした際は沸騰が見られなかったので、この動きは噴流の特色というか、ヒートパイプらしさを感じられる嬉しい部分です。一応低圧水冷でも流量を抑えて水冷の効果を弱めることで沸騰させることもできましたが、水冷の効果が弱まったためにあの時は CPU 温度が増加、冷却性能としては悪化していました。じゃあ激しく水が飛び散っている噴流の冷却性能はどうなったかというと、悪くはないようです。あんなに水が飛び散った状態でしたが、相変わらず他 CPU クーラーと違いは見られません。あの動きが良い働きをしたのか、それとも実は悪影響なのかはわかりませんけど、4.6GHz 動作、消費電力 110W ほどで明らかな冷却悪化はありませんでした。これならさらに高負荷、高発熱の動作確認を行う価値、余力は残っているでしょう。そろそろ今までよりも高負荷高発熱な動作確認をする必要が出てきたように思えます。より高発熱な状況であれば各 CPU クーラーの優劣や、それぞれに見られた特徴的な動作の良し悪し。そんな今までの動作確認ではわからなかった部分も見えてくる、かもしれません。まあ今回実施した動作確認はこれが限界だったので、これ以上やっていないのですが。そんなわけで今回の噴流の動作確認、紹介はこれで以上です。今回の制作は自作 CPU クーラーや低圧水冷の経験もあってか、初回の割には順調で、冷却性能的にも優秀な結果を得られました。今後の制作もこの調子で、いや難航する時は絶対あるんでしょうけど、時々は順調に進むよう願っておきましょう。次回は本動画中でも触れた、より高負荷高発熱での動作確認を行って、噴流を含めこれまでに制作してきた自作 CPU クーラーや低圧水冷などの冷却性能を比較します。と、次回はそんな動作確認や比較なんですが、実は当初別のことをやるつもりだったんです。タイプ部の説明中に、
ストレートノズル代わりのチューブの他に別のものも接続できる、と話したあれを、粉流の改良版、制作予定でパターン4と呼んでいた制作の本番を実施するつもりでした。その改良というのが園芸用のスプレーノズルを使用した、仮称、噴霧ヒートタイプです。噴霧とは霧吹きみたいなもので、今回の噴流、衝突噴流として水をぶつけるのではなく、薄く水を散布する、霧吹きみたいに金属ブロックに吹きつけるつもりでした。総変化冷却の中でも噴霧は特に優秀らしい、というあやふやな記憶をもとに計画しました。ただ突然噴霧となるととっつきにくいだろうし、私も段階的にやっていった方が勉強になるだろうと思い、噴霧の前に噴流、その噴流の前に低圧水冷、さらに低圧水冷の前にヒートタイプということで、パターン3として自作 CPU クーラーをはじめ、今回の噴流、そして最終の噴霧に至る予定でした。で、そんな噴霧はノズルを付け替えるだけだったので、今回の動作確認の後、早いうちに動作を見ておいて不具合が出たら対策を準備しておこうと、追加で動作確認していました。うまくいったらそのまま動画にして、不具合があったら準備するかくらいのつもりだったのですが、その折に今後の制作予定の観点からして噴霧を作る意義ってあるのかな、と考えてしまいました。ちなみに動作確認はうまくいかず、スプレーノズルを使ったら全く冷媒循環ができなくなりました。原因は思い当たるところがありまして、おそらく水圧、ポンプ圧、そんな圧力不足です。ちなみに水を低沸点化させるために配管内を低圧にしているのとは別の部分です。ポンプが冷媒を押し込もうとする力、そんな圧力が足りなかったんだと思います。PC ファンでいう制圧不足、PC ケース窒息状態みたいな感じです。使用したスプレーノズルが園芸用だったので、おそらく水道レベルの水圧が必要だったのでしょう。ただここについては当初から懸念点だったので、対策は割と簡単に思いつきました。ポンプの圧力強化、具体的には使うポンプを PC 水冷用から、おそらく園芸用途でも使える散水用のウォーターポンプに変更すれば良さそうです。商品説明のスペック通りなら水道レベルの水圧が得られるらしいので、あのスプレーノズルでも噴霧できそうです。まあそのポンプが低圧配管に適するか、低圧でも動作するか、低圧水を正常に押し出せるのか、不明確なところはあるもののとりあえず試す価値はあるだろうと考えました。ですがこの時に別のことが頭をよぎりました。今後の制作予定的に、ウォーターポンプを使ってまでできたとする噴霧ヒートタイプを使うタイミングって、実は、なさそうなんです。いやそれでも面白そうだからという理由で作ってみても、そうも考えましたが、その気持ちよりも、早く後発熱時の動作を見てみたい。その思いが勝ってしまいました。そんなわけで次回はいろんな冷却システムで今までよりも高負荷、高発熱な動作確認です。その動作確認がパターン3から4までの冷却システム制作の最後、締めになるかもしれません。本当ならその最終確認みたいなものの前に噴霧ヒートタイプや、他に考えていた冷却システムも制作して、選択肢を増やすべきなのでしょう。普通順序を考えるならそうなるでしょうし。ですが、不合理なんですが、結局は私個人の趣味ということでやりたいようにやっていきます。多分噴霧や他の冷却システムはまた別の機会に気が向いたら作ると思います。どうせ気になるというか、作りたいという気持ちが強くなることもあるでしょうから。だいぶ適当な進行、計画なんですがご容赦ください。では今回はここまでです。ここまでのご視聴ありがとうございました。さようなら。